どうもベルです。今回はグランドマフィアの気まぐれコラムということで、ファミリークリスタルについてやっていこうかなと思います。このファミリークリスタル、4つ目の、ジュエルみたいな感じで、軽く考えている方、結構いらっしゃるかなと思うんですけども、めちゃめちゃステータスが上がります。もう平気でもう 100% 以上、ステータスを上げていくことができますので、戦いに大きく影響を与えることができます。ただ、このファミリークリスタル、そもそもの知識がないと、とんでもなくもったいないことをしている方って、結構いらっしゃると思うんですよね。また、少し難しいコンテンツではあるので、どのファミリークリスタルが強いのかっていうことが、ちょっと判断しづらくて。ただ、知っていくことで、正しいファミリークリスタルをつけていくことができて、大きくステータスを上げていくことができますので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、ファミリークリスタルの基礎からやっていこうかなと思うんですけども、ファミリークリスタルは、簡単に言えば、装備に装着することのできる4つ目のジュエルです。ただ、普通のジュエルと違って、最初から装備できるわけではありません。ファミリークリスタルを装備するには、まず、州長戦の征服シーズンが開催されている必要があります。州長戦が S3 までしか開催されていない都市でファミリークリスタルを使用することはできません。また、州長戦が開催された後でも、ファミリークリスタルを装備するには、こちらの投資センターより、ファミリークリスタルの投資を行っていく必要があります。こちらの投資になるんですけども、これらの投資を進めていくためには、通常の資源と加速に加えて、パスワードコインが必要になります。序盤のところは、パスワードコインなしでも、進めていくことができるんですけども、確か、このサブ武器と、シューズの、継承スロットから、すべて、パスワードコインが必要になります。で、こちらの投資を、進めることで、各装備部位の、ファミリークリスタルの装備箱を、どんどん開放していくことができまして、この装備スロットですね。継承スロットですね。この継承スロットの投資で、ファミリークリスタルの装着枠を開放していくことができます。ただ、これ、アクセサリーまでやるのが、正直めちゃめちゃ大変なんですよ。もちろん理想はアクセサリーの、継承スロット開放までやることが理想なんですけども、とりあえずアクセまでを目標にするのではなくて、このジャケットとボトムの継承スロットアンロック。ここまでの開放でも、これより上の投資をすべてマックスにする必要がありますので、最初からアクセサリーを目標にするのではなくて、まずはこのジャケットとボトム、ここを目標にしていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、このファミリークリスタルの、装着箱を開放した後は、装備の、こちらですね。このように、ロックされていた4つ目のジュエルスロットが開放されまして、ファミリークリスタルを装着していくことができるようになります。で、このファミリークリスタル、どうやって入手するのっていう、ところだと思うんですけども、まず、課金では、入手することはできません。入手するためには、州長戦のマップ上で、実行ポイントを使用していく必要があります。実行ポイントの消費といえば、手がかり追跡だったり、該当カジノの、該当カジノの討伐だと思うんですけども、レベル25以下の、カジノや手がかり追跡だと、中性のシルバーコイン。で、レベル26以上の該当カジノだったり、手がかり追跡だと、先ほどの中性のシルバーコインと合わせて、栄光のゴールドコインを確率で獲得していくことができます。で、そしてこのコインを使用して、ガチャをすることで、ファミリークリスタルを入手していくことができます。じゃあそのコイン、どこで使用するのかっていうところなんですけども、こちらのクリスタル展示ホールですね。こちらで使用していくことができます。で、中性のシルバーコインの場合は、こちらのノーマル取引をすることができまして、B ランクまたは A ランクのファミリークリスタルを獲得していくことができます。
で、栄光のゴールドコインの場合には、こちらのスーパー取引を行うことができまして、で、A ランクまたは S ランクのファミリークリスタルを獲得していくことができます。で、こちら、B ランクから、S ランクまであるわけなんですけども、このファミリークリスタル、同じランクであっても、ステータスは同じではありません。こちらのステータスがランダムに付与されていきます。で、そしてこのファミリークリスタル、基礎ステータスと追加ステータスがありまして、まずこの基礎ステータス、ここを見ていこうかなと思うんですけども、ここは B ランクのファミリークリスタルの場合には、最小で合計 3%、最大で合計 8%、そして A ランクのファミリークリスタルの場合には、最小で合計 6%、最大で合計 14%、で、S ランクのファミリークリスタルの場合は、最低で合計 9%、最大で合計 20% のステータスを付与することができます。また、このファミリー、基礎ステータス、最大で3つのステータスがつくんですけども、複数のステータスがついていても、各1個のステータスっていうのは低くなってしまうので、複数のステータスがつく。すなわち、本来端子で使いたいのに、複数変化にまたがって、ステータスがついてしまっているので、端子っていう意味で見ると、弱くなってしまったり、あとは、防御がついているから、実質的には、かなりステータスが低いじゃんっていうことになってしまいますので、このステータスの種類っていうのは、なるべく一つに絞られているものがいいのかなと思います。ただ、とりあえず、ファミリークリスタルの、ランクが高ければ高いほど、高い基礎ステータスがついていくという認識で良いかなと思います。では次に、追加ステータスの説明に入りたいんですけども、この追加ステータスは、A ランク以上のファミリークリスタルにしかつきません。そして、この追加ステータス。A ランクのものは、正直そこまで大したことはないんですけども、S ランクのファミリークリスタルにつく可能性がある上級追加ステータス。もうこれがめちゃめちゃ半端ないです。追加ステータスというのは、先ほどの基礎ステータスとは別に、低確率で付与される追加のステータスになるんですけども、これは先ほどの基礎ステータスとは、別枠になります。通常の追加ステータスは、このように、ギャング、シューター、バイカーの、攻撃と防御と HP、そのいずれかの 5% が付与されるんですけども、この 5% でも、基礎ステータスとは別なので、かなり大きいのかなと思います。ただ、この追加ステータス、S ランクのファミリークリスタルにつく、上級追加ステータスっていうのが、もう、先ほどの 5% とはもう別格なものとなります。で、S ランクのファミリークリスタルは、先ほどのギャングシューターバイカーの攻撃防御 HP の 5% がつくことに加えて、このように相性バフだったり、各陛下のダメージアップバフ、各陛下の、これ違いますよ。ナイトメープルの、各ひダメージ減少バフ。あとは、チームダメージアップバフ。これらが、つく可能性があります。もうこれめちゃめちゃやばくないですか？S ランクのファミリークリスタルは、8つに分かれてまして、でエンジェルウィングからエレガントローズですね。で、これどういう分かれ方してるかというと、つく可能性がある、上級追加ステータスによって、分かれています。エンジェルウィングだったら相性バフ。で、オーシャンハートだったら、各陛下のダメージアップバフ。みたいな感じなんですけども、最終的には、この中で、欲しい上級追加ステータスをつけて、かつ、それに合った基礎ステータスをつけていくことが目標になります。で、その中で、上級追加ステータスがつく確率っていうのは、だいたい 10% ほどです。追加ステータス自体は、体感3割くらいで、つくんですけども、その中のだいたい3割くらいですね。ただ、ここも私の体感にはなるので、実際には前後すると思うんですけども、
どちらにせよ、かなり低いことには変わりないです。さらに、この S ランクのファミリークリスタル自体、8種類あるんですよ。で、この S ランクのファミリークリスタル、どれが強いかというと、まずは相性バフのエンジェルウィング、そして単種のダメージアップのオーシャンハート、そして単種の被ダメージ減少のナイトメープル、そしてチームのダメージアップのエメラルドアイ。この4つはもう非常に優秀なんですけども、残り4つはそこまで魅力的な上級追加ステータスはつきません。上級追加ステータスの強さだけで見ると、先ほど挙げた優秀な S ランクのファミリークリスタルと比べて、大体もう2倍から5倍ほどの、性能差があります。じゃあそうなると、まずこの、スーパー取引の方で、この S ランクのファミリークリスタルが効く確率っていうのも、大体体感 10% くらいかなっていうふうに思うんですけども、じゃあまず10% 引いて、S ランクのファミリークリスタルが出ても、じゃあその中でまた、強いファミリークリスタルっていうのは半分になっていって、じゃあその中でじゃあ、その半分になった中、その中でさらにまず 10% を引いて、上級追加セラスを引いていって、なおかつ、基礎ステータスも、それに合ったものにするってなると、もう本当に、使えるも、もうそのまま使えるファミリークリスタルっていうのは、もう 0.1% とか、もうそれくらいの確率になっちゃうんですよね。もうこれ、めちゃめちゃしんどくないですか？ただ、しっかり、救済も存在します。それが何かと言いますと、州長戦の征服シーズンでの征服コインの交換ですね。そちらで入手していくことができる変換ストーンとファミリークリスタル引換券ギフトです。この2つ何かと言いますと、まずはファミリークリスタル引換券から見ていこうかなと思うんですけども、こちらではスーパー取引をするのに必要な栄光のゴールドコイン50枚と先ほどの引換券を使うことで、欲しいファミリークリスタルを狙い撃ちにすることができます。これめちゃめちゃいいですよね。もう普段だったら、10% ほどの S ランクのファミリークリスタルを引けて、かつ、欲しいのが引けるっていうことで。本当にめちゃめちゃ確率低いんですけども、これ使えばかなり確率上がってきますので、非常にいいアイテムなのかなと思います。ただ、ここで一つ注意点なのが、州長戦が終わった後って、栄光のゴールドコインは入手できないんですよ。なので、ここを忘れてしまって、クリスタル引換券はあるけども、栄光のゴールドコインがなくて、クリスタルの入手自体はもう次のシーズンになっちゃうってことが、絶対起こると思うので、ここは本当に気をつけていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、次に、変換ストーンなんですけども、州長戦の、州長戦交換の、こちらですね。こちらなんですけども、こちらは、基礎ステータスの抽選をやり直すことができるアイテムです。やっと欲しい、上級追加ステータスの、ファミリークリスタルが手に入ったけども、基礎ステータスがその上級追加ステータスに合ってないことで、合ってないことって結構あるんですよ。というか大半がそうなので。で、この基礎ステータスも、良いものをつけてこそ、上級追加ステータスの、意味が生まれるので。また、変換後に弱くなってしまった場合には、元々のステータスに戻すことができますので、もうやるだけ得ですね。ただこちら、一つ注意なのが、もうあくまで、強い上級追加ステータスがついたものにのみ使っていきましょう。今の段階で、まだ強い上級追加ステータスがついているファミリークリスタルがないっていう方いらっしゃると思うんですけども、そういう方はもう征服コインで、変換ストーンの交換だけしておいて、強い上級追加ステータスが引けるのを待ちましょう。本当絶対今後、強い上級追加ステータスは引けても、基礎ステータスがいいのつかなくて、実戦投入できないっていうことが、もう必ず起こるので、この変換ストーン自体、州長戦の1シーズンにつき、最大3つまでしか獲得できない、かなりの貴重品なので、取れる時には必ず取っていただくのがいいんじゃないかなと思います。
またこの基礎ステータスの変換で狙っていくべきステータスになるんですけども、端子のダメージアップ及び、端子の非ダメージ減少。そちらの場合だったら、その同じ陛下の攻撃力だったら HP。そちらを狙っていって、また相性バフですね。こちらは同様なんですけども、シューターの火力が、バイカーに対して上がるものなのであれば、シューターの HP だったり攻撃。で、バイカーの、バイカーがギャングを攻撃したときにダメージが上がるものであれば、バイカーの攻撃だったら HP。そちらを上げていただくのが、そちらを狙っていただくのがいいんじゃないかなと思います。ただチームのダメージアップだけは、こちら例外で、このチームダメージアップっていうのは、基本的に、全部の、シューター単種打つときにも使うし、ギャング単種打つときにも使うし、バイカーの単種打つときにも使うっていうところで、こちらは、基本的になるべく、攻撃と HP が合計値で高いものを、厳選していただくのがいいんじゃないかなと思います。で、本当繰り返しにはなるんですけども、強い上級追加ステータスがついてないものに、変換ストーンを使うっていうのはもう、無駄でしかないので、本当強い上級追加ステータスがついたものにのみ、使っていただくのがいいんじゃないかなと思います。では最後に、ファミリークリスタル。どれつけるのがいいのかっていうところで、やっていこうかなと思うんですけども、その前に、注意点として、同じ上級追加ステータスがついたファミリークリスタルの、同じ上級追加ステータスがついたファミリークリスタルを複数つけても、その上級追加ステータスっていうのは、重複しません。例えば、じゃあこのバイカーのダメージアップ。これがもう一つあった場合に、二つとも、装備でつけた場合でも、このバイカーのダメージアップっていうのは 4% ではなく 2% として、加算されていきます。ただ、このバイカーのダメージアップと、じゃあもう一つ、じゃあシューターのダメージアップがあって、じゃあそれ二つつけた場合には、バイカーのダメージアップ 2% と、シューターのダメージアップ 2%。そのどちらも付与されていきます。あとあれですね、この上級追加ステラスではなくて、普通のこのギャング攻撃から、ギャングシューターバイカーの攻撃と、防御と HP。これらの普通の追加ステータスについては、重複していても、しっかりと加算されていきます。割とここって本当見落としがちなポイントで、これ実は私も勘違いしてたところではある、知らなかったところではあるんですけども、ここ結構見落としている方いらっしゃると思うので、ぜひ参考にしていただければと思います。では、ファミリークリスタルの付け方に戻るんですけども、もう端子の場合は、もう普通のジュエルと同じですね。もうその陛下の、攻撃と HP が高いものをつけていきましょう。端子の際に、他の陛下の HP だったり、他の陛下のステータス自体も不要なので。で、このファミリークリスタルを選んでいく際に、この右下のフィルターというボタンを押すと、このような画面になりまして、こちらで、欲しい、ステータスにチェックを入れることで、そのステータスがある、そのステータスが基礎ステータスでついている、ファミリークリスタルにのみ、絞り込むことができます。これめちゃめちゃ便利なので、もうぜひファミリークリスタルを付け替える際にはもう使っていただくのがいいのかなと思います。で、ミックス構成の場合なんですけども、その構成ごとに、伸ばしたいステータスっていうのはありまして、そのステータスのついたファミリークリスタルをどんどんつけていくのがいいのかなと思います。例えば、424だったら、シューターの HP みたいな感じですね。ほんとミックス構成の際は、その構成に合ったファミリークリスタルをつけてるかどうかっていうのが、もうかなり、勝率変わってくるので、ちょっとまた最近更新できてないんですけども、戦闘攻略の方で、各ミックス構成の、ステータスの優先順位は、解説していこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、ファミリークリスタルについては、以上になるんですけども、このファミリークリスタル、
周長戦の征服シーズンからしか入手できないというところで、そしてしかも、装備するには、ファミリークリスタルの投資を進めなきゃいけないっていうところもあって、なおかつ、ちょっとわかりづらいコンテンツっていうところで、ちょっとハードルが高いものではあるんですけども、ほんと使いこなしていくことで、もう大幅に強くなっていくことができる、コンテンツですので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。ファミリークリスタルを強くするには、周長戦の参加回数がもう本当に鍵を握っていて、どうしても長くプレイしている人には勝てない要素になってしまうんですけども、周長戦の回数を重ねていって、正しいファミリークリスタルを育成していくことで、その差をどんどん縮めていくことができるんじゃないかなと思います。はい。では今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録および概要欄より X のフォローしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。